サギフィーバーのジミーです。ツアーを迎えるにあたって自分のルーツはやっぱり音楽で育って音楽に助けられたこともたくさんありましたし、そういう部分では改めて自分の音楽を追求することが自分のルーツになると思います。メンバー7人いて自分の良さがどれだけ出せるかだと思うので、改めて自分と向き合って自分が一個人として、そしてサイキックフィーバーとして皆さんに全力を届けれればいいのかなと思ってます。スイッシュダットじゃないけど、これまで最新曲で今こうさらってた時に、リフレクションとかの EP から引っ張るのも違うしできないし、ジャスライクダットだとイベントっぽくなるし、その消去法みたいにしていくとスイッシュダットしかないかもね。ちょっと一応日本感も出したいよね。そのルーツのあの感じ、最初で基本こうツアーのルーツ感を作るじゃん。でガーって新しいのやってて、でジャスライクダットをここ入れたのはなんか結構またアンコールとかにやるのちょっと違うよねっていうので、いつもの曲感にしたいよねみたいな、普通にやってる曲にしたいから、ジャスライクダットそこに入れて、でいつも通りこう5曲ぐらいガーってやって、ピンキースウェアでお手振り系になって、ビタスイのとこでね、いつもでコールドレインがあって、日本でやってないんですよね、コールドレイン US は。なんかマストでやりたいね。マストでやりたいね。タイニーデスクみたいになんかちょっとファンに向けてじゃないですけど、昔なかなかできなかった曲とか、まだここ曲入れようと思ってるんですけど、ニブロの歌ってなんだっけ、ベターデイズとか、これまで一回もやれてなかったやつをバンドとかで、めっちゃいい曲入れていいのかなっていう、これまでやれなかったニブロの曲とか、どこにも全然入れていいと思うし、そうワンコーラスとかで超短くして10曲ぐらい一気にやるっていうのがいいのかなっていう。でこれまでの曲をなるべくお客さんに見てもらう、パフォーマンスで見てもらえたらいいなっていうので、ベスフレとか、ベスフレだからするんだ。ベスフレだね。いいやベストフレンドだ。そうだ。そういえばそうだね。今回のツアーはルーツっていうことで、なんかこれまでサイキックフィーバーの、特に去年のツアーとかはなんかそれぞれ個人一人一人のアイデンティティにフォーカスしてって、なんかセクションを作ったりソロの部分作ったり、それぞれ一人一人が輝ける部分を抽出して作ったんですけど、今年はほぼ全編を通して7人がずっと出っ放しで、その中でもサイキックフィーバーの色とか飽きさせない、誰々がここ得意だからこの人を中心に7人全員でその人が一番輝く作り方をしてみたいよねとか、そういう風な去年こう一人一人の力をつけたからこそできるパフォーマンスがたくさんあると思うんで、そこを注目してほしいですし、今からブラッシュアップしていく必要があるのかなと思います。明日朝9時とかだね。だから5時過ぎぐらい集合、家出るだね。半端ないよね。でワンチャン25帰ってくるんじゃんね、俺ら。25にロンドンから帰ってくるんだ。で9時ぐらいに空港着いて、11時からルロムのレックラッシュ、帰り次第。頑張ろう。ツアー PCF。 そうだ、こういう感じだったか。こうやって言うの普通にここで喋ってたらさ、全然いけるよ。このここに入ってても。だからレストランに入ってる。いいと思う。こうじらされてる部分、なんか来るかと思ったらスコってなる感じが、今聞いた感じ、それはあったっすね。詰めちゃいますか、じゃあ。詰めちゃいます。はい。じゃあ逆にちょっとバーバー一回そうですね。
いつもけど結構この時間とかで演出がついてくるっていうか、一緒にこれここできそうとかなんで、まだ全然不安な部分は全然なくて、ここから足してってどこまでそのリハまでに仕上げれるかで変わってくるかな。ここからみんなに分配していくんで、いつもここ踊んないとやべえとか、ここ新しい振り欲しいかもねとか、そういうとこで今日やって一気にいろんなやんなきゃいけないことが出るかなって感じですね。今ハイハットって何拍分やってますかね。4小節分。8でもいいかもしれないですね。バンド最初シーケンスで4やって、8 5から入って5から入ってもらう感じがいいかもしれない。自分は音楽に人生を何度も本当に救ってもらったことがあるので、本当に自分もいろんなことで共感して、いろんなとこネガティブからポジティブに変えてもらった経験がたくさんあるので、自分の中でこうアーティストとしてステージに立つからには、それを自分の音楽とかパフォーマンスからいろんな人のメンタルを支えたり、気持ちをただ楽しく音楽を聴いてくれるだけでももちろんいいんですけど、みんなに向けての曲をちゃんと書けるように、みんなに向けてのパフォーマンスができるようにしていくのが、こうアーティストをやっていく中で一番の目標かなと思います。ここはでも喋り多めでいいと思うんだよな。めっちゃ喋りでいいと思うよ、ね、お客さんの反応を聞きながら何聞きたいですかとか言って、あれやれっつって、すみませんセトリン入ってないんで無理ですぐらいのツアーからこういうなんかリミックスとかこういうのやりたいですっていうのを全部俺らがとっちらかったアイデアを全部まとめてくれてリーダーみたいな感じで基本メンバー発信でやっぱりこういうのにしたいっていうのを受けてこうやってはいるんですけど、久しぶりに聴く曲が多いかもしれないです。確かにね、ファーストツアーでしかやってなかった、この曲久しぶりじゃないみたいな曲が結構あって、でしかも結構ね、そういうメンバーにとってもお客さんにとっても大事なんじゃないかなっていう曲が入っているので、やっぱりそういう滝涼河君が言ってたみたいな、一回ルーツに立ち返ってみたいなところがそういう形でセトリに出てきてるのかななんて思ったりしてます。自分たちが今回で4回目の単独ツアーになるんですけど、こういろんなことギミックだったり見せ方を変えて挑戦してきた中で、改めてこう原点に戻るじゃないですけど、自分たちの7人としての見せ方だったり、7人だからこそできることとか力強さとか、こうできるアートを作っていく中で、こう自分はもっともっと本当にサイキックフィーバーが好きだからこそ、こう一人一人の良さはもう一番分かってるなっていう、一番肌でサイキックフィーバーをそばでこう何年も過ごしてきたからこその、この人ここが本当はやばいのにもっとステージ上で届けたいなとか、それを改めてこう皆さんに届けることが一番目的なのかなと思いますし、自分が今一番挑戦したいことです。めちゃめちゃ挫折っていうか、失敗したことだったり緊張して 100% が出せなかった時はすごいたくさんあるんですけど、それでも自分が折れなかった理由って多分ダンスと歌が本当に好きで、一回もやめたいって思わなかったんですよね。一回も本当にずっと楽しいからやりたいし、上手くなりたいから別に下手でも何とも思ってなかったっていうか、それがすごく自分の中であったので、苦労はあんまりしてなくて、もっともっと上手くなりたいからひたすらやるみたいな感じだったんで、好きであることが一番乗り越える方法なのかなと思います。バンドさん入ると
あそこでなんか一人一人踊ってもいいかもしれないですね。あ、そうですね、そうですね。これからちょっとみんなの好きな曲集めて、本番までやってようかな。でなんか一応前言ったみたいになんかそこの LDA なんですか、ダンスではだけやるのはやっぱ入れといた方がいいかなと。はい。あでも普段全部踊ってるからまあソロで。そうですね。それをまあ意識しようかなみたいなイメージはありました。はい。はい。じゃあ頑張ってください。はい。ありがとうございます。一生懸命売り込みますんで。よろしくお願いします。もうサイキックス最高だからって今そうです。引き続き頑張ります。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ベターデイズが強くなったからベターデイズを先にやるっていうのも別にいいっちゃいい気もする。そういうのもある気がする。ベターデイズ結構乗れるからやっぱりめっちゃいい曲だ。MC 入れずにそうそうそうパンパカパンパカ歌うっていうのが今瞬時的。じゃーんじゃーん。それしようと思ったら。けど最初はもうちょっと細くていいと思う。最初はあってで俺らもうちょっとシーケンスで作って出すもの。アーティストになってこういろんな人が周りで支えてくれるようになったんですよ本当に。ミックスエンジニアの方とかビートメーカーもそうですし、ダンスだったら本当に自分が音楽があって自分が踊ればいい環境だったんですけど、アーティストになって本当にマイクとか機材とかもそうだし、自分の音楽を作ってくれる方だったりライターの方だったり PA さんだったりマニピュレーターさんだったり、すごい本当にいろんな人が関わってくださって、なんか自分の中でこんなにたくさんの人が関わってくれてるのにその人が何やってるか全く分かんないのがすごい自分の中で嫌で、ありがとうございますって言うけどこの人本当何やってるんだろうみたいな、このミキサーの中でとか、そういうところにリスペクトが払いたくて自分はそういうところを学んでったり、なんか自分もジョインしてプラスワンになりたいからこそそこを学んでこういうのどうですかって試せるようなアイデアを出したり、それが分かってるからこそ本当に助けてくださってありがとうございますって思うし、何かヘルプが必要な時にその人を頼れるかなと思ってて、自分はなんかそれがあるからこそビートとかをゼロからちゃんと作りたいなとか学びたいなって思ったのがきっかけですかね。そういう深く知ろうとか思ったのは。順調極まりないね。お兄ちゃん見てくださいこの後ろ、バンドさんたち。バンドさん来るまでは 50% ぐらい、構成できてて音楽までできてないってなったけど、もうバンドさん入って1週間ぐらい経ってるんですけど100。俺ここ最近毎日幸せ、耳が完璧っす。アレンジも終わってもうあとは踊り込みするだけなんで、やっと音楽固まってフルアウトして何回かやっていくとなんかツアーと同じ感じやると、じゃあここは煽った方がいいねとか MC 入れた方がいいねっていうのが昨日やっと初通したんで、今日リュウシに参加して全員でやってバッチリここから 120% に持っていけるように頑張ります。僕がそもそもアーティストをやりたいと思ったのが、こうかっこいいことしたいとかかっこいい服着たいとかなんかいいものをゲットしたいとかそういうのじゃなくて、自分が受けたそういう影響を自分と同じような思いを持ってる人とかに届けたいし、それをネガティブからポジティブに変えたいと思って音楽をしているので、やっぱり皆さんのファンの皆さんがいるからこそ自分が音楽を作る意味もあるし、自分が頑張ってリハーサルしてトレーニングしてステージを迎えようっていう気分になれるんで、こうサイキックフィーバーとして音楽をやる中でファンの皆さんはこう絶対いなきゃいけない存在だなっていうのはすごく思いますし、感謝ばかりです。得したいって感じですか？まあ立体感、影感、ちょっと動き出せてればいいな。アパレルやって、そうだね、それが今3年か4年目って感じかな。基本なんかあくまでサポートウェアっていうか、普段着でもあるけどちゃんと動ける服をメインにしてて、アパレルデパートメントってつけたのも普通の服着たりリハやったりで、その中でもなんかこういろんなことができるようにアパレルデパートメントやったりホーム
家のもの、コップとかクッションとか作ったりするときはホームデパートメントってやつに変えたり、なんかそういうことを将来的に考えていろいろできるように PCF の中のアパレルデパートメントっていうのを今やってるって感じです。で今回は普通にインラインっていうか普段から着れるやつを今デザインでやってるって感じですかね。今1年間で50型ぐらいはやってんのかな。小物とかちゃんとキーホルダーとかそういうの含めたらプラスサポートウェアもあるしね。いつもみんながリハで着てるジャージとか、去年だったらサマソニーの衣装とか上下ベストレザーベストみたいなやつもうちでデザインしたから、いろんな人に支えてもらいながら全部やってます。ちゃんと全部作ってる。本当になんか自分が関わってない服は一個も出てないかもですね。なんかなるべく高いクオリティのものを皆さんに届けれるように頑張ってます。ギブでフィッティング最終投資なんで、最後は昨日イベントあったりでちょっと体力は温存しつつ音源最終確認してるんですけど、もうちょっと詰めれるとこあるかなとか、いざこう MC 入れてみたらもうちょっと雰囲気変えれるかなとか、そういう微調整を多分会場行って PA さんとかと最後会場の鳴りとかで変わってくるんで、なんか今回本当にずっと全員が出続けるセットリストなんで、なんかソロコーナーとかそういうのが全くないから、こうサイキックも一人一人がちゃんとなんかコーラスやったりしてるんですよ。今回結構座って歌うゾーンとかもなんかこの人にこういう声入れたらかっこいいんじゃないかとか、ボーカルも基本ボーカルデータも差し引いてやってるんで、新しい挑戦もあるし、いい意味で支え合って作ってる感はすごいあるっすね。そういうリリックとかもハーモニーとかコーラスとかいい感じじゃないですか。いろんな視点でのルーツが感じられるツアーになるんじゃないかと思ってます。DVD 収録も終わってるんで、ある意味こうラフにいけるっていうか、いい意味で型を崩しながらなんかライブ感も一番出せる公演になってると思うんで、あと残りの福岡、残りの3公演はだと思うんで、すごい自分的にも楽しみな公演になってます。まあ中間地点というか盛り返し地点じゃないか、ライブは大丈夫です。いやそんなことない。いやルーツ自体はね、そんなことないって言ってますけど、5公演中の3公演目ですから。嫌だ。終わりたくない。もう終わりたくないよ。終わらせないよ。終わらせないけど、一応ね、名目上5公演中の3公演目なんで、もっと盛り上げたいと。もっと盛り上げて、まあ前回で行ったパフォーマンスの反省点も含めて、もっとより良くしていけたらなと思っております。EX ショーっていう XPG がダンスの発表会みたいなのやってた時もここの会場だったんで、10年ぐらいここでダンスしたりいろいろライブも4回やらせてもらってるんですけど、その分やっぱ思い入れだったり今年の自分が一番かっこいいように見えるようにっていうのは意識したいなっていうのを思ってます。ルーツっていうのもあるし、進化を見せたいって、もう4回目で自分たちもこれで飽きられたらおしまいだなと思ったんで、自分的には3パターンのルーツがあるなと思ってて、ダンスボーカルとしてのサイキックとしてのルーツ、歌としてのルーツ、ダンスとしてのルーツみたいな、なんかすごい自分の中でもセクションがあるので、そこは特に各パート気をつけてすごく集中して作ったなっていうのはイメージはあります。自分たちが今出たものがその生のライブだし 100% のものだと思うんで、別にそんな不安っていうのは感じてないけど、楽しくできるかなって感じです。楽しめるのが一番大事だと思うんで、ライブは頑張ります。バナさん来てまだ。折り返しはジミーさんで。はい、ということで3公演目折り返しになるんですけれども、安全第一でお客さん、自分たちが盛り上がったらお客さんも一緒に盛り上がってくれると思うんで、一人一人が最高に楽しんでいきましょう。What time is it? Showtime!
最初ちょっと和っぽい感じの日本っぽい日本のルーツ、なんかこう国としてのルーツっていうのをイメージして作ってて、スイッシュダットとかラニーバックとか国をテーマとしてなんかこう日本から最初ワールドツアーじゃないですけど日本からツアーが始まっていくっていうのでそこにしたくて、第2デスクはこうどちらかというと音楽としてのルーツ、初めて今回バンドを入れてやるんですよ。ドラム、ベース、ギター、キーボードあって、サイキックフィーバー本当にちゃんと歌えんのか、アーティストの生身だけでどこまで見せれるかっていうのをチャレンジしたいなっていうので、せっかくバンドがいるからこそお客さんに届く声で歌いたいねっていうので、今回は座って歌うコーナーを初めて作ったっていうのもありますね。あとはこれまでやってなかった音源がめっちゃあるんですよ、サイキックって。今回のこのバンドセットをやればこれまでパフォーマンスしたことない曲は全部なくなるんですよね。なんで日本のお客さんもこの曲好きなのになかなかやってくれないなっていうのをさらえるコーナーになるのかなとは思います。ギタースイート歌ったり、エモくていいですね。いや本当に最高です。いや本当に皆さんありがとうございます。本当に座って歌ったりさ、サイキックフィーバーなんか今回ちょっとさエモい感じでさ、ちょっとさなんか俺が期待してた感じと違うんじゃないのってさ作り込みしてください。確かにね。俺がさ、ね、座って歌いたいって言ったの俺なんだけどさけどさ、なんかさ違うじゃんね。違うじゃんね。サイキックのライブ来たことある人は知ってるじゃんね。来たことある人どれぐらいいますか？じゃあ逆に初めて来たよって方どれぐらいいますか？結構いますよ。いるよ。結構いますよ。サイキックのライブこんなんじゃないよね。こんなにエモくないよね。エモくないよね。じゃあ僕らサイキックフィーバーと来たことあるフォーエバーで来たことない人にどれだけやばいライブしてんだって見せれることできますか？一緒に盛り上がってできますか？いけますか？名古屋いつも静かって言われてるけど今日はぶち上がりますか？ OK! Let's go! Bend it! いくぞ！声出せ！サイキックフィーバーで僕が活動している理由にもなるんですけど、やっぱり世界にはいろんな状況な人がいて、いろんな部分で苦しんでいる人だったり、なかなか音楽すら聴けない人だったり、すごいこう迷ってる人がたくさんいると思うんですけど、自分もその中ですごい自分も悔しい思いだったり苦しい思いちっちゃい頃にいっぱいして、それで音楽に救ってもらった部分たくさんあるので、自分たちがその一個ハブじゃないですけど、その受けた感情をよりグローバルアーティストとしてたくさんの人に届けたいと思いましたし、だからこそ自分一人でできないから、その今いる7人がいろんなアプローチをしてくれて、いろんな角度でアーティスト活動してくれてるからこそ、いろんな方に、自分じゃ届かない範囲の方にも届くと思うので、だからこそこの7人で活動することは自分にとって本当に幸せですし、それぞれに自分はこうだからって言いたくないっていうか、それぞれの7人の考え方があるからこそ、それをいい風に世界に届けていけたらより最高なんじゃないかなと思ってます。サイキックフィーバーのイーサです。